大好きな横浜に星野リゾートが上陸。みなとみらいや中華街にもアクセス良好。すぐ隣に横浜スタジアム、客室から見れちゃう。横浜の人気観光スポット拠点として最適なホテルを徹底紹介するので最後まで見てね。ご視聴ありがとうございます。ゆうたびです。横浜の関内駅目の前に4月にオープンした新ホテルに向かっています。このチャンネルはコスパのいいホテルやちょっと贅沢なホテルなどをできるだけ細かいところまで紹介していきます。ぜひチャンネル登録してくださいませ。桜木町の駅ですね。みなとみらい方面や馬車道の景色はいくら見ても飽きないです。この日はいい天気だったので観光に来てる方もたくさんいましたよ。今回のホテルは JR 関内駅の南口からすぐ目の前。関内駅南口の雰囲気がガラリと変わっていて本当に驚きました。関内に到着しました。泊まるのはホテルコメント横浜関内ぶりです。横浜 DNA ベイスターズ色に染まったこちらが南口出口。なんとこの目の前にあるんです。旧横浜市庁舎跡地に2026年にできた大型複合施設のベースゲート横浜関内です。旧横浜市庁舎を生かして2026年4月にオープンした星野リゾートが手掛けるオモセブン横浜バイ星野リゾートに一泊しちゃいます。ホテルはザ・レガシーと呼ばれる旧横浜市庁舎行政棟にあります。せっかくなのでメインエントランスへ向かいましょう。土曜日ということもあって賑わっていました。ホテルはここは登らず左へ。この通りが一番路面店スタイルの飲食店が多かったですね。さて星野リゾートといえば星のやや界などを全国に展開。今回のオモは寝るだけでは終わらせない旅のテンションを上げる都市観光ホテル。街を楽しむという視点で過ごす街中ホテルとして様々な仕掛けがあるみたいです。オモの数字はホテルのタイプを表しています。今回のオモセブンはフルサービスホテル。こちらがホテルのメインエントランス。ゆうたびついに星野リゾートに初上陸。早速ホテルの中へ入りましょう。ドッグフレンドリーなホテルなのでこんな案内も。潜入。左手奥に見えるのがレセプション。しかし広い空間だ。まずはチェックインを。チェックイン機を使ってチェックイン手続き。こちらのホテルは事前決済が主となっています。オモだけに。手続きが終わると即座にスタッフさんが来てルームキーやらいろいろ用意してくださいました。リーフレットを使いながらホテルの案内や朝食の説明等をしてくださいました。館内の様子は後ほど紹介するとしてまずはお部屋へ向かいましょう。宿泊フロアへはルームキーをかざす必要があります。セキュリティも万全ですね。建物としては8階建て。今回最上階のお部屋でテンション上げ上げ。エレベーターホール。この青いタイルが目を引きますが旧市庁舎内で使われていたものをそのまま利用しているそうです。意匠を受け継ぐレガシーホテルとしてのこだわりが強く感じられます。客室階の廊下。今回エレベーターから近かったです。今回アサインいただいた805号室。この数字も建築家の村野氏のデザイン。なお当時なかった0と9は村野氏と共に活動してた方に新たにデザインを依頼したもの。ダブルルームのお部屋となります。ルームキーをかざして早速ルームツアー開始です。お部屋に入りました。早速順番に見ていきましょう。今回のお部屋の位置と避難経路はこちら。結構客室数があるんですね。ドアには DD カードやシューホーンも。
磁石でくっつくシューホーン、便利。細い通路を抜けベッドルームへ。ダブルルーム、広さ20から21平方メートルのベッドルームです。広くはないですが何気にちょうどいい。さて眺望は、なんと目の前に横浜スタジアムが8階ということもあり、中の様子も見れます。これは試合やイベントがある日は盛り上がるのではないでしょうか。窓際から見るとこんな感じ。部屋全体が旧議長室の絨毯の色である赤のイメージ。窓際のこちら L 字になっているソファーが語らいの時間を演出。欄間を設けることで居心地に変化を与えているそう。チェックイン時にいただいたこちらリーフレットを開くと滞在中の流れが提案されていました。さらに開くと中にはホテル施設内の紹介、後でじっくり探検してみましょう。リーフレットの裏表紙には Wi-Fi の接続情報やアクティビティ情報、もう一ついただいたこちらもチェック。カードキーは両面同じデザイン。部屋番号の案内用紙、ハマナイトと書かれたこちらのチケット。ルーフトップで夜に行われるアクティビティの案内でした。そして朝食兼ビュッフェタイプで予約しています。ソファーの隣のテレビなどがある壁側を見てみましょう。棚の上にいろいろ置かれていますね。何があるかな。こちらはコンパクトな折りたたみ式スタンドミラーでした。星野リゾートの112年の歴史を綴ったガイドブック。こちら噂によると持ち帰ってもよかったみたい。置いてきちゃいました。常備灯と Wi-Fi の接続情報。Wi-Fi の速度はダウンロードが 131Mbps、アップロードが 144Mbps と仕事利用も安心。テレビからは HDMI ケーブルが伸びていますね。棚の中段にタブレットなら入りそうなセーフティーボックス。こちらの棚を中に入っていたのはツバイリング製の電気ケトル。グラスが2つとオモセブン横浜オリジナルのマグカップも2つ。こちらのマグカップは1階で購入できます。そして冷蔵庫、中に何か入っていますね。ウォーターサーバーで使うボトルが入っていました。テレビ、電源をつけてみるとなんとホテルメニューなし。ちなみにテレビ自体はスマートテレビ対応なのですが利用できない模様。というわけでホテルステイの際に持ち歩いている秘密兵器の出番です。充電周りで有名なアンカーが提供しているネビュラの Android TV のドングル。個人的に Fire Stick TV より快適に動くので愛用しています。4K 対応で各種動画配信サービスに対応。シンプルなデザインなので設置も簡単です。Google アシスタントや Chromecast にも対応しているので音声操作もできたりするのが便利です。テレビから伸びている HDMI にケーブルを挿しまして問題なく認識されました。スマートテレビで各種サービスにログインすると情報が残ったりする懸念があるので、こういうデバイスを持ち歩くのもいいと思います。ぜひ検討してみてくださいね。今度はベッド周りを見てみましょう。ベッド幅は 140cm とダブルベッドサイズ。ベッドの上にあったナイトウェア。セパレートタイプとなっていました。オモセブン横浜のナイトウェアは他のオモと異なり無料で利用可能となっています。枕は2種類、そしてなんとも可愛らしいオモのクッション。こちらのクッションもホテルの1階で購入できるようでした。ヘッドボードの両側に照明スイッチや電源コンセント、充電用 USB ポートは新ホテルらしくタイプ A だけでなくタイプ C も用意されていました。この枕、なんかこだわりを感じる。ピローケースを外してみよう。2本ベッドの枕となっていました。こちら、すごく寝心地が良かったです。
恒例のベッドチェック、シーツ、ベッドパッドと続き、マットレスは枕と同じ2本ベッドのものが採用されていました。お部屋の空調は個別調整が可能。エアコンはダイキン製。シャープ製の加湿空気清浄機も置いてありました。コンセントはこちら。テレビ周辺にはないので延長コードあるといいかも。一旦入り口に戻り、ベッドルームに続く通路にオープンクローゼット。まだ新品同様のハンガー。除菌消臭スプレーは清水化でした。なお、客室内は靴を脱ぐスタイルとなっています。客室入ってすぐのところに全身鏡。使い捨てスリッパ。土足厳禁の案内。こちらにもコンセントがありました。ベッドルームの手前にあるこちらのドアの中はお手洗いとなっていました。便座の蓋は自動開閉タイプ。お疲れ様です。ウォシュレットのリモコンとペーパーホルダー。ウォシュレットはTOTO製。最後に水回りを。お部屋入ってすぐ左手に洗面や浴室が揃っていました。壁にはローブフック。洗面の鏡側の壁はレトロさを感じるタイル張り。洗面にあるコップ、番号が書いてあるので区別しやすいですね。オモオリジナルのフェイス&ハンドソープ。洗面のコンセントはこちらに。アメニティは1階から持ってきました。足元にタオルやカゴ、ヘアドライヤーなど。ヘアドライヤーはパナソニックのナノケアでした。洗面入り口にロールスクリーンも。かわいいアイコンの照明。この中が浴室ですね。浴室の中も部屋と同じく赤基調となっていました。バスタブは大人がゆったり足を伸ばせる広さ。バスタブ側の壁に手すりがあるのも嬉しい配慮。シャワーヘッド。水流は1種類のみのようです。バスアメニティはオモオリジナル。バスチェアが置いてあるのも嬉しいですね。他のお部屋もご紹介。ダブルルームの他にも4名対応の語り場ルーム。オモではおなじみかな。2階建てベッドがあるヤグラルームとヤグラスイート。キッチンや洗濯機も備えたオモハウスとユニバーサル対応のデラックスルーム。ホテルの3階にある愛犬と一緒に滞在できるドッグフレンドリールームが3種。実際宿泊した際も結構愛犬を連れているお客様がいらっしゃいました。チェックイン前に食べたお昼をご紹介。館内は飲食店がとても多いので何を食べるか本気で悩みました。そして見慣れないお店を発見。そこに突撃します。駅から約7分ほど歩くとお店の看板が見えてきました。2024年3月にオープンしたつけ麺屋のつけ麺ショー。ラーメンやつけ麺に目がない自分は早速新規開拓。中華そばもあるみたいですね。まあ今回はつけ麺に。早速入店してお店の中へぐいぐいと進みます。結構奥まっている感じなんですね。カウンター席含めて30席ほどのようです。壁にはおすすめの食べ方や各種諸注意など。注文は各座席にある QR コードから。注文ミスがないので自分はこの方式の方が嬉しかったりします。撮影時点のメニューはこんな感じ。気になるメニューがあったらぜひ一時停止しながらチェックしてみてくださいね。夜限定メニューが気になる。卓上には唐辛子や黒七味、ニンニクなどが置いてありました。
15分ほど待ってオーダーした料理が運ばれてきました。早速じっくり見ましょう。麺は昆布粉を練り込んだ自家製の中太麺。麺単体でも喉越しよし。つけ汁、正直運ばれたタイミングでは塩と思ったり。そして肉飯、やはりご飯は外せない。スープをすくってみると、なるほどサラサラながらも豚骨魚介がしっかり効いてます。具材も思ったより多いですね。ちなみに肉飯にスープをかけると美味しさ倍増です。各お料理のお値段はこんな感じ。とても美味しかったです。ホテルからは徒歩約10分。日曜以外は深夜4時までやっているのも特徴。皆様もぜひ。ここからはホテル内の施設を紹介していきます。ベースゲート館内のザ・レガシーの中にホテルがあります。なお、駐車場はタワー棟の1階にあり、宿泊者は24時間2000円で利用できます。まずはオモベースと呼ばれる旅の拠点のパブリックスペースである1階の様子をチェックしてみましょう。メインエントランスから入ってすぐ左手のこちら、ホテルショップとなっています。愛犬用の商品からタンブラーなんかも、ステーショナリーや星野リゾートのグッズなども並んでいます。こちらは横浜にちなんだお土産ですね。オリジナルのオモパッケージがかわいい。横浜元町発祥の老舗バッグブランド北村のショルダーバッグやショッピングバッグなども、さっきお部屋にあったクッションやスキンケアアメニティも、こちらの端末を使って電子決済で購入ができるようになっているみたいです。ガーデンベアが飾られていて、その下にはショップ用の紙袋。左手に見えている円形のカウンターがレセプションです。エレベーターの手前にアメニティコーナー、ボディタオルとヘアブラシ、T 字カミソリ、シェービングジェルかフォームも欲しかった。歯ブラシ、子供用歯ブラシ、子供用スリッパ、綿棒、コットン、歯ブラシはペースト付きです。緑茶のティーバッグ。オモベース1階の奥も見てみましょう。こちらは特にくつろいでいる方が多いですね。チェックイン前の時間帯は特に多かったです。この中心のソファー、よく見たらオモだ。趣があるなぁ、オモだけに。こちら、ホテル周辺のご近所マップ。スタッフさんが実際に足を運んで見聞きした情報がたくさん書き込まれているんです。なお、夕方頃には野毛ホッピングセレクションとして野毛を知り尽くしたオモレンジャーさんがお店を紹介するアクティビティも。そして予約制ですが、朝の時間帯には横浜レガシーウォーク、ホテル内の建築的魅力や周辺の歴史的建造物を知るレガシーを巡るアクティビティも。旧横浜市庁舎の設計者である昭和を代表する建築家の村野東吾氏、かつての歴史を知り触れることができる、そんな空間となっています。1階オモベースにはハマイズムコレクションと呼ばれる横浜で生まれた文化や歴史背景を知ることができる展示が飾られています。窓際にはカウンターテーブル。長時間利用は NG ですが、電源灯あるのは嬉しいですね。オモベースは2階にも続いています。デザインを継承、再構築した旧市民広間の大階段を上って2階へ向かいましょう。早送りでお届けします。すれ違う人の多さからもにぎわいが伝わりますかね。こちらはライブラリーラウンジ。奥の壁に市民広間に飾られていたアートワークが、横浜にまつわる本も並んでいます。なんとこのライブラリーラウンジを貸し切ってワークスペースとして利用も可能。12名定員で1時間あたり2万円から借りることができるようです。たまには気分を変えてこういうところでミーティングしても良さそうですね。また4名定員で1時間あたり500円で利用できるワークルームもあるそう。ちょっとしたリモートワークに良さそうですね。2階もたくさんの人で賑わっていますね。
というのも2階にはオモベーカリーがあるんです。パンだけでなくスイーツやワイン、ソフトドリンクなどもいただけるみたい。ちなみに自分が見た際はパンはほとんど売り切れ。朝の7時から夜11時まで営業しているようです。結構すぐ売り切れてしまうかもしれないので、食べたい方はご注意を。階段登ってきた反対側にはオモダイニングがあります。朝食会場でもあるこちらではディナーの提供も横浜らしいメニューがラインナップされているみたいです。お手洗いなども2階にありました。3階のエレベーターホール、ここにもご近所マップが。愛犬とのお散歩コースや同伴 OK のお店が紹介されていたりします。ルームツアーの最後でも触れましたが、3階はドッグフレンドリールームになっています。ドッグガーデンの入り口には館内専用のマナーウェアも、持ち帰り不可なのでご注意。3階にランドリーなどもあるようですが、まずはやはりドッグガーデンを。と思ったら、この階の宿泊者限定のようでした。入り口越しに中の様子を撮ってみましたが、なかなか本格的なドッグガーデンです。犬連れ OK なホテルって増えてきたといえどまだまだ少ないですが、オモは違います。ホテル側もきちんとルールを設けた上で愛犬との旅行を提案しているようですね。共用部においては犬アレルギーとか気になることはありますが、それでも愛犬と一緒に旅行ができるのはいいことだと思います。グルーミングルームもあります。他のホテルは分かりませんが、かなり施設的には充実しているんじゃないでしょうか。3階エレベーターホール近くには喫煙室も。中は吸い殻入れがあるだけですね。4、5名くらいまでって感じでした。ランドリーの方に向かうとそこには階段、犬連れは上に行かないでね、と。こちらがランドリールームのようです。いざ。ランドリールームの中はこんな感じ。ランドリーは後で紹介します。自動販売機はコカ・コーラ社メインですね。電子マネー決済にも対応。そして5階に。この階にもランドリーがあります。というわけでランドリーはこちらでチェック。早速中に入ってみましょう。こちらは完全にランドリー専用という感じですね。4台並んでいます。宿泊中、無料で自由に利用できる電子レンジやウォーターサーバー、製氷機、洗濯機、乾燥機ともにスウェーデン発祥の家電メーカー、エレクトロラックス社のものが採用されています。デザインが洗練されていますね。こちらの洗濯機等も全部電子決済のみとなっております。洗濯機が1回400円、乾燥機が1回100円とリーズナブル。そして宿泊会でもある8階に、こちらから浜風テラスというルーフトップに行けるんだとか。ここを登るとルーフトップということですね。ちなみにエレベーターでも行けます。まずは先に自販機コーナーへ。ラインナップは3階と同じ感じですね。こちらにも電子レンジ、ウォーターサーバー、製氷機がありますね。ちなみにお部屋のボトルに給水するときはこんな感じ。製氷機の氷をたんまり入れるのが冷え冷えになるので個人的におすすめです。さて、階段を登っていきましょう。こちらが浜風テラスの入り口。カードキーをかざしていざ中へ。かなりの広さがあるルーフトップですね。ハマスタがすぐ目の前に広がり、館内や日本大通り方面の街並みが向こうの方まで広がっていました。ジャズバンをイメージしたようなアートも。試合やイベントがあるときはより一層盛り上がりそうですね。そしてルーフトップでも夜は軽食がいただける模様。
こちらの浜風テラスも犬同伴 OK となっています。横浜の気持ちいい海風を浴びながらくつろぎのひとときを過ごすのが良さそうです。浜風テラスは朝6時から夜11時まで利用可能。宿泊者限定なのでオモベースより静かに過ごせるかと思います。ホテルのあるベースゲート横浜館内も見どころ満載ですし、ホテル自体も十分楽しめます。いろいろな過ごし方ができるオモセブン横浜、1日じゃ堪能しきれないかもしれませんね。夕飯どこで食べようかなと考えたんですが、久しぶりの館内だったのでサイドファイヤーバーグさんに来ちゃいました。平日限定でこんなメニューもできたみたい。仕事休んで今度食べに来たいなあ。今回頼んだのはこちら、カレーにしました。ハンバーグやザンギに目が行きがちですが、カレーも美味しいんですよ。そしてハンバーグはチーズイン。美味しかったです。ごちそうさまでした。夕食も終え、部屋に戻ってきたところでいい時間になりました。毎週金曜と土曜の20時と21時半にだけ開催されるスイングタイムの生演奏。それを目当てに皆さんやってきているようです。もちろん自分たちも。気分上々、ハマナイト。日本のジャズ発祥の地として言われている横浜の音楽文化に触れる、そんなアクティビティとなっているそう。イベントが始まる前にちょっとドリンクでも。トレイがレコード版みたいになっていてとってもおしゃれ。ロゼリーニというモクテルをいただきながらイベントを楽しみます。オモレンジャーの方がジャズのリズムの取り方を教えてくれたり、ピアニストの松岡杏奈さんの生演奏をノリノリで楽しみ、あっという間にイベント終了の時間に横浜の夜風を感じつつジャズピアノの生演奏を聴く、とても素敵な時間でした。開催されるタイミングで宿泊される方はぜひ足を運んでくださいね。おはようございます。朝食をいただきに来ました。2階にあるオモダイニングにやってきました。オモダイニングでの朝食はビュッフェスタイル。横浜らしいお料理も並ぶというところでとても楽しみにしていました。お店の前にある受付機を使って受付をしまして、順番が来るまで2階でのんびり待ち、番号が呼ばれスタッフさんに朝食券と先ほどの受付表を渡して受付完了。スタッフさんに案内されたこちらの席に早速お料理を見ていきましょう。ゆっくりめにやってきましたが、まだまだにぎわってますね。アイスコーヒー、アップルジュース、ガムシロップ、湘南ゴールドミックス、フレッシュモヒート、グラノーラ、雑穀、ベリーソース、蜂蜜、ミックスナッツ、牛乳、アーモンドミルク、ヨーグルト、豆乳ヨーグルト、パンオショコラ、パンオレザン、お湯や各種お茶のティーバッグ、コーヒーマシンもありました。エビドリア、ポトフ風ソーセージ、かぼちゃポタージュ、ライブキッチンなんかも、フライドエッグ、グリルソーセージ、ベーコン、パセリ、粒マスタード、チーズ、アボカドロースト、じゃがいも、ビヨネーズ、クロワッサン、山形パンが2種、バター、ミルクジャム、マーマレード。こちらでは点心コーナー、広東シューマイ、チャーシューパオ、エビ蒸し餃子、
天津用の食べるラー油など。こちらはサラダとかかな。ドレッシング2種、ミニトマト、きのこマリネ、リンゴ、フルーツゼリー、ブロッコリーとカリフラワー、ミックスビーンズ、パルメザンやクルトン、オリーブオイルなど。こちらがメインのビュッフェ台ですね。けんちん味噌汁、白飯、ビーガンカレー、チーズが3種類、ピクルス、モルタデッラ、サラミ、ミックスドライフルーツ、くるみダイス、オリーブ、スモークサーモン、おかゆ、蒸し鶏、パクチー、食べるラー油、刻みザーサイ、中華揚げパン、かりんこ漬け、ちりめんとお豆の山椒に、ごぼうと鶏肉の甘辛煮、しらすおろし、納豆、焼き海苔、醤油、だし巻き卵、染めおろし、焼きサバ。料理を一通り持ってきました。まずはご飯系ということで、カレーや和惣菜、グリル系、もちろんサラダも忘れずに。点心も本格的で美味しかったです。そしてパンもいただきました。バターがしっかり練り込まれた美味しいクロワッサン、そしてこのミルクジャムがめっちゃ美味しかった。フルーツゼリーも美味しかった。ゼリーってなかなかないですよね。ごちそうさまでした。食べ終わったらプレートをひっくり返して退席。ちなみにベーカリーセットの朝食もあるみたいです。今度はこちらもいただいてみたいですね。さて、ここからはホテル宿泊の感想をまとめてみます。館内周辺の人気エリアにアクセスしやすい立地のホテル、一日中遊び回っても遊び尽くすことができない充実のエリア。レガシーとの新旧融合が面白い、そんなホテルになってます。そしてハマスタも目の前という野球好きにも最高の立地です。野毛も含めて食事にも一切困らない。そしてホテルの料理も堪能できる。愛犬と過ごすのもよし、浜を感じられる素晴らしいホテルでした。名残惜しいですが、チェックアウトの時間となりました。オモセブン横浜バイ星野リゾート、いかがでしたか？日本のホテル業界の代表の一つとも呼べる星野リゾート。そんな星野のオモブランドでフルサービスのオモセブンが関東初上陸。飾りすぎず街を堪能しつつ、横浜の歴史も垣間見える。そんなことを十二分に感じられる超おすすめホテルです。さて、気になる料金の発表です。じゃらんからの予約で土曜宿泊2名1泊朝食付きで35,150円でした。1名あたり17,575円ですね。横浜の土曜宿泊にしては安い方かもしれません。馬車道にあるオモ5横浜馬車道にもいずれ泊まってみたくなりました。最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでもホテル選びの参考になったり、ホテルに行った気持ちになれたら幸いです。また次の動画もよろしくお願いします。ゆうたびでした。Sometimes things may seem unclear. Trust yourself and you will